すいません。こんばんは。またマイクを入れないで喋ってました。すいません。こんばんは。うねさん、なばるさん、こんばんは。うねさん、こんばんは。なるさん、こんばんは。ありがとうございます。今日もね、暑いですね、サイパン。めちゃくちゃ暑い。雨が全然降らない状態で、もうバリバリ暑いです。ね、今日の4時、朝4時半、関税がどうなるか、まずトランプさんがサインするかどうか、大統領令やっちゃうのかどうか、そこはわしの釣り場です。ここですか？ここ釣り場ですか？ここはスマイリーコープンとかかな、多分。うねさんの釣り場なんですね。スマイリーコープだった。多分そうだと思います。今日の4時半、本当にトランプさんはサインをするのかしないのか。今日の朝方、トランプさんが、どういう意味だかわかんないけど、私はいろんな国の人に優しいって言ってたんで、いきなり辞めたっていう可能性もありますけどね。わかんないですけどね。ここね、車とか日本車とか値段上がっちゃったら、日本車の方が走ってるの多いと思うんで、本当これ以上いろんなものが値段上がるのはちょっと勘弁してもらいたいなと思ってるんですけどね。で、もう先月になるんですね。今日エイプリルフールか、4月1日。早いですよね。みんななんか嘘つきました？エイプリルフール。エイプリルフール、誰も会ってないんですけどね、私。これこの間流してた映像ですけどね、野菜とかもめちゃくちゃ高くなっちゃってて、結構しんどいですね。なんだっけ何話してたっけ？映像を見ちゃうと何話してたかを忘れてしまう。あのそうそう、ハイアットがね、シェラトンに決まりましたね。ハイアットがシェラトンとして生まれ変わるっていうことが決まって、でもね、どういう理由っていうか、ここ結構ね、なんだっけ、ロイヤリティ厳しいと思うんですよね。契約、今の状態だとマリオットでしょ。マリオットの一番下って言ったら変だけど、マリオットっていうグループの大きなところがフランチャイズ契約を結んだわけで、なんか今やってる人が、このなんだっけ、今サイパンリゾート、マリアナリゾートマリアナリゾートホテルとかっていう感じでやってるんだよね、今ね。で、このアメリカ人の、今サイパンにいます？どういうこと？お姉さん、今サイパンにいます？ちょっとびっくりなんだけど、サイパンなんですか？それは観光で来てるってことですか？うねさん、うねさんは沖縄の人だったよね、確かね。あれ、こんばんは。
あ、深夜さんこんばんは。ハファダイこんばんは。超久しぶりのサイパン暑い。何？超久しぶりのサイパン暑いですね。どういうこと？みんな何言ってんの？うねさんも深夜さんも何言ってますか？サイパンにいます。深夜さん、サイパン、久しぶりのサイパン、暑いですね。私、何それ？どういう意味なの？サイパンに来てるっていうことなの？ちょっと返事してください。サイパンに来てるってことなの？だったら飲んだ方が早いじゃんみたいな。ちょっとあれ、本当に？どういう、ちょっとどういうことを話そうとしてたことが、また吹っ飛んだ。真っ白になった。わしは神奈川です。今日は、そういうことか。なるほどね。なるほど、そういうことか。エンプリルフール。なるほど、なるほど。みんなそれね。なるほど。もう、引っかかったわ。意外と引っかかっちゃうんだからやめてくださいってそうだよね、エンプリルフールだね。今自分で言ってたのに忘れてしまった忘れてしまった何を言ってんだよね、本当に。そっかそっか、エイプリルフールですね。で、マリオットホテルが結局ハイアット、元ハイアットと、リース契約をして、マリアットホテルじゃないわアメリカの会社、カナダの会社かな、これ MB キャピタルっていうところが、コーヒーケアでまったりしてます。今日ね、コーヒーケアの映像を撮ってあります。後で流しますよ、皆さんエッグベネなんとかだっけ、なんだっけ、忘れちゃったが美味しいですよね、あそこね。美味しかった、正確に言えば。エッグベネエッグベネ、また止まっちゃったよ。でまた戻んないと。何だったっけ、そうそうで、ハイアットが元ハイアットと MB キャピタルっていう会社がリース契約をして、でその MB キャピタルっていう会社がマリオットのホテルと、フランチャイズ契約をして、で今年の末から新たにリニューアルして、なんだっけ、また忘れちゃった名前を今言ってたのに。マリオットの中の一番下の方だけど、それでもすごい上の高級ホテルになるわけだけど、そこがやるらしいですね。なんだっけ、シェラトン思い出せなくなっちゃった。もうそうシェラトンでやるらしいです。前の動画見ました。マリアの祠、雰囲気が変わってましたね。なんだっけこの字。懺悔だ。懺悔とか告白しました。なんか私を助けてねっていうことだけお願いしてきたかな。お願いしちゃいけないんだっけ、ああいうとこね。マリアの祠、ものすごい変わってたでしょ。あれどうなっちゃってんのと思ったよね。もっと神秘的な雰囲気だったのに、全くそういう神秘的な感じじゃなくなっちゃって。お土産屋さんはできてるわ。
なおかつもう木がこう生い茂ってない、あれがちょっともうね、行ったの20年前ぐらいだと思うから、もっと前かな、うん、だからちょっとねショックでした。なんだろこれと思って、ああそういえば深夜さん、マリアの祠のお水、やっぱあそこのお水のこと言ってるでしょ。ウォータータンクになってましたけど、井戸のキコはついてたけど、キコはついてたけど、お水ウォータータンクがついてて、そこに給水されて、そこから手洗ったりしてましたよ。みんな手洗ったり足洗ったりで、柵もできちゃってて、柵とかフェンスができてて、ちょっとなんかね、もう全然雰囲気が違いました。そうそう、お水のこと聞こうと思った。ケンさんがお水汲んでたのはあそこのことですよね、多分。あれ汲んだりしたら多分怒られちゃうと思うんだけど、ウォータータンクからこう出してるからきっとあれ、多分水源がなくなったのかな、それとも今雨降ってないからなのか、ちょっとわかんないですね。いつでもあるお水ならね。やっぱそうなんだ、やっぱそうなんだ、あそこのお水のことを言ったんだ。多分あそこから持って帰ったら多分怒られますと。みんな足とか洗ってましたけど、足とか手とか洗ってましたけど、井戸みたいなのキコやりながら、でもね、多分ウォータータンクに貯水をしてるんだと思います。まるっきり変わっちゃってて、もうね、ここは何だろうっていう感じになっちゃいましたね。それでもやっぱりこう参拝っていうの拝みに来てる人はいましたけど、ローカルの人が数人いましたね。そこ場所がまずちょっとびっくりだったそこにあったんだって。私は空港の方にあるとばっかりずっと思ってたんで、 Google マップで行きましたね。 Google マップを使ってもう本当に分かんなかったから、迷子になりそうだったんで、なんだっけ、シェラトンに生まれ変わるっていうことが決定してサインされたらしいんですよ。でそのカナダの投資会社なんですよね。もう多分カナダの会社だと思うんですけど、投資会社ですごい大きくやってるところなんで、マリオットがフランチャイズをね結んだっていうのがちょっと、1年2年で終わられたんじゃ困っちゃうわけだから、そういうことのないように考えてのあれだと思うんですけど、でもうちょい前にテグセス長官、副務長官が来たじゃないですか。来たんですよ、グアムに来て、これはねマリアナバラエティの報道だと、なんかサイパンもグアムも守りますみたいなことを言ったって書いてあるんですけど、
グアムの報道とか、アメリカの報道だとサイパンのこと一つも触れてないんですよね。グアムのことばっかり触れてて、ちょっとどっちが本当のことだかわかんないんですけど、だからサイパンとグアムは似たようであって似てない、全然ちょっと違うから、コモンウェルスっていう立場で、グアムも州ではないんだけど、グアムのが州に近いで、州に格上げしてくれみたいな、そういう話が結構あったみたいで、 CNMI の話はどこにも書いてないんですけど、マリアナバラエティには書いてありましたね。うねさん、マイクロビーチの砂浜を守ってくださいと。マイクロビーチの砂浜なくなってきちゃったからね。本当になくなってきちゃった。遊歩道がこうあったけど、台風とかで侵食されちゃってみんなガラガラって落ちちゃった状態、ガコってアスファルトの部分が全部落ちちゃったような状態にあるから、結構ね、お砂がなくなっていっちゃってるんだろうなっていう感じで、島がちょっとずつちっちゃくなってるのかなって。ビーチから100メートルだったかな、100メートルだよな確か。メートルじゃないな、サイパンでメートルって使わないもんね。100フィートだったかな。100って数字は間違いないと思うんだけど、家を建てちゃいけないんですよね。家とかだから、今あるホテルとかがギリの状態で、もう家とかなんか建物を建てちゃいけないっていう法律みたいのがあるから、そうするとあの辺何も立たなくなっちゃうなと思ってたのに、なんかいろいろ政府の低所得者住宅とか買ったりしてましたけどね。ねさん、のきさん流されてしまいそうで。のきさんがわからないな。のきさんは誰でしょう。のきさん誰かなね。でもヤシの木とかがもう結構こう傾いてるところ、マイクロビーチのとこ多いから。あとハイアットの前もそうだよね。ハイアットの前の海岸のとこは結構ガタッといってるとこ多かったな。あとフィエスタの前もそうだった。フィエスタじゃない、今ブラウンホテルかの前もそうだった。でなんだっけ、どこまでどう話したっけ。エグセス長官が来て、CNMI のことを言ってたとマリアナバラエティは言ってるんだけど、CNMI とグアムを守るっていうようなことを言ってたっていうんだけど、アメリカの報道ではそういう報道がなくて、アクラマリン移動してましたね。どこに移動してるのどこにあったのっていう方が先なんだけど、うねさんよく知ってますね。うねさんもどこに
ハファダイあたり、ハファダイグランビリオの前あたりにあったはずなんだよね、前ね。多分あの人がスクラマリンの人だったと思うんだけど、今いない。今いないっていうか、いる時間にタイミングが合わなくてなのか。うねさんどこに移転してました？どこかな。もともとどこにありました？うねさん、ちょっとわかんないな。桜マリン、クラウンの端から端に、クラウンの端から端、クラウンホテルの、クラウンホテル、桜マリンってハファダイじゃない、グランビリオンの前じゃなかったんだ。じゃああの人違う人なんだ。桜マリン、そうなんだ。クラウンホテルあたりの前にあるってことなのかな。今度また見に行ってみます。もう全然あそこ歩いてもずっと歩いたんですよ、海岸。ずっと歩いたけど誰にも会わない誰にも会わない。本当にこんなに。姉さん、もともとはハイアットとクラウンの間でえハイアットとクラウンの間だったの？そっち側。そっち側なんですか。なるほどなるほど。そっち側ですか。ハファダイの前じゃないんだ。ハファダイの前だとばっかり思ってました。なんかハファダイの前あたりにバタバタバタってこうビーチボーイがいっぱいいるようなところが多かったような気がしてたんで、こうちょっと歩いて行ったんだけど誰とも会わなかったね。私が行ったのが5時ぐらいっていう時と3時ぐらい、5時ぐらいに行って、5時じゃない、4時ぐらいに行って、もうちょっと遅いのかなと思ってもうちょっと早く行ってみたんだけど、でも誰とも会わなかった携帯でライブした時にグランホテルの前行ったんだけどな。その時ビーチの方に出てって、あれどうだったっけ。携帯でライブしたからちょっとね、音とか入るのも怖くて、音楽が入ったりするとなんか配信停止とかって言われるから YouTube で。だから音楽が鳴り出すともう逃げ回ってたんだけど、どうだったっけな、行かなかったんだっけな、行けたんだっけな。あの辺携帯でうろうろ持ってしたんですけど、それ前の映像であるんで。ボンゴのショップ、ボンゴ聞いたことあるな。ちょっと待ってください。ボンゴさん、ボンゴ聞いたことあるような名前だけどわからない。なんかとにかく音楽が流れてて帰ってきたような気がするんですよね。ボンゴショップですね。本ボンゴショップですね。なんか2人とも詳しい2人とも詳しいし、私だけわからない。私だけわからない。なんだろう。ボンゴショップ。
ボンゴショップ。なんだろう、ボンゴショップ。にゃにゃ、切っちゃダメ。にゃにゃダメ。切れた？切れてない。よかった。にゃにゃジャンプされてしまいました。桜マリンのジェットスキーの写真はわしです。桜マリンのジェットスキーの写真はわしです。どれ？これ桜マリンとこ今この辺が桜マリンだと思ってたんですよ。話題の前やったんだな。またリベンジして取りに行ってきます。ボンゴショップさんも聞いてみます。皆さん、元マスマリンビーチボーイです。元マスマリンも聞いたことあるな。なんかいっぱいあったからな、あの辺。うねさんな、マスマリン懐かしいですね。なんかみんな詳しいな。私だけわかんないじゃん。誰がローカルだかわかんなくなってきたな、これ。本当にわかんないや。ね、なんかみんなにね、教えてもらうことの方が多いんだけど、儲かる話とかを教えてくれるともっとありがたいけど、マスマリンとかなんか聞いたことある名前ばっかりだな。きっと私の記憶の中にね、消しゴムがまた働いてるな。マスマリン、なんかもう全盛期、サイパンがすごいにぎわっていた頃のマリンショップの名前だよね、それね、多分。皆さん、マスマリンは日本人スタッフが多かったですからね。マスマリンは日本人スタッフが多かった？全然知らないわ。じゃあ全然知らない。日本人がいたマリンショップがあったのかな。じゃあ全然知らないわ。日本人のそのマスマリンの日本人スタッフっていうのも全く分かんないですね、私。ダメだな。何も知らないじゃんって感じ。マスマリンで日本人スタッフ、あれかと思った。フィリピンの人たちがやってるマリンショップかと思った。私が今マスマリンって言われて思いついたのが、フィリピンの人たちのビーチオーナーの奥さんが日本人？オーナーの奥さんが日本人？全く知らないわ。オーナーは何人なの？ところで深夜さん、オーナーはフィリピン人？だいたいビーチボーイの人たちはフィリピン人かローカルかバングラディッシュの人が多かったよね。日本人だったの？あれ、バングラディッシュの人のビーチ、マリンショップっていうの？なんていうの？ビーチショップっていうの？そこのバングラディッシュの人で奥さんが日本人っていう人を聞いたことあるけど、いやダメすいません、ダメダメしたらダメなの。ダメ
ちょっと待ってください。すいません。ねねだ。ねねだ。降りて、降りて、降りて。あ、すいません。オーナーの奥さんが日本人。うねさん、それはさくらですね。オーナーの奥さんが日本人。それはさくらですね。それはさくら。キャプテンの奥さんも日本人オーナーはベトナム系アメリカン。キャプテンの奥さんも日本人オーナーはベトナム系アメリカン。もう全然わかんない。オーナーの奥さんが日本人で、バングラディッシュの奥さんが日本人は、それは桜マリン。そっかそっかそっか。あれもう一人いなかったかな、そういう人。さくらはバングラで日本人奥さんだよね。もう一つなかったっけ、そういうマリンショップ。なんかあったような気がするんだけどな。とにかくマリンスポーツの会社の人を見かけないし、3時ぐらいとかそんな遅い時間じゃないし、昔最終がマニャガハ島から帰ってくるのが4時とかだったでしょ。しゅうちゃんシーホース、その人聞いたことある。しゅうちゃんって名前は聞いたことある。ベン&キー、そうだ、ベン&キーっていうところの奥さんも日本人。ベン&キーっていうところはローカルだよね。とにかく何も見ない、本当に見ないし、名前聞いたことあるけど知ってるっていう人はいない。よく知ってるな。しゅうちゃんがシーホースっていうとこだった。しゅうちゃんってバングラディッシュの人ですね。聞いたことある。なんだっけな、日本語をよくしゃべるっていう。タクシーの運転手じゃなかったんだ、しゅうちゃんって。聞いたことあります。でベン&キーっていうのも聞いたことあります。それは多分ハイアットの前あたりか、ハイアットの前は大野くんだからな。あの辺にあったやつですよね、きっとね。ほんと知らないな私。みんなの方がよく知ってる。でもね、本当に今ね、またちょっと復習で歩いてきますわ、ビーチ沿い。誰かいるか。しゅうちゃん今はタクシー乗ってます。そうなんだ。今タクシーなんだ。昔タクシーじゃなくて今タクシーなの。あれ、なんか昔タクシーの運転手でしゅうちゃんっていう人がって聞いたことがあったんだけど、じゃあ昔はビーチボーイの人で今はタクシーの運転手さんなんですね、きっとね。タクシーの運転手さんということはグリーンカード、ローカルと結婚してるってことか。タクシーの運転手さんじゃ。ヌールさんも日本奥さんに。ヌールさん誰？またヌールさんわからない人の名前、また聞いたこともないな。ヌールさん何人ですか？姉さん何人？ヌールさん見たことない。ビーチボーイの人って結構、じゃあ日本人の観光客の人と結構関わりあるんだね。
私はほんと仕事ばっかりしてたから。シューケースのこと。深夜さん、シューケースのこと。シューケース、ケース、なんか違う、イントネーションかなんかが違う。シューケース、シューケース、何のこと言ってる？何？シューケース、チョーケース、書き間違い？そうでもない？違う。連想ゲーム不得意だわ。不得意だわ、本当に。シューケース、何？シューで切る？シューで切ってもケース。シューケ？違うな。わかんない。深夜さん、ちょっと教えてください。何のこと？シューケース、シューだよね。いいんだよね。シューケース、何のこと？ヌールさんもわかんないし、シューケースもわかんない。ヌールさんはビーチボーイなのかな？ヌールさんはビーチボーイ？ユネさん。シューちゃん。シューちゃん。シューちゃん。なるさん、面白いよね。シューケースって何のことだろうね。シューちゃん、シューちゃん、シューちゃん、シューちゃんってさっき出てきたシーホースのタクシー運転手のシューちゃんってことでしょ。タクシー運転手をヌールさんは今ガイド、ガイドやってるの？今ガイドできるってすごいね。観光客いないのにガイドで食べていけるってすごいよ。観光客いない中、タクシーどういうシアさん、どういうシューちゃんタクシー、タクシー運転手をやってるってことはローカルなんだよね。外国人できないから。グリーンカードを持ってるってことはローカルと結婚してるしかないでしょ。あとはこの間も言った80万ドル80万ドルの投資してるか。それないでしょ。なかなか。シューちゃんの名前またヌールさんがシューちゃんなの？どういうこと？シューヌールさん、ヌールシューさんっていうこと？それか。違う？難しいわこの連想ゲーム。ちょっと待って。しゅうちゃんの名前。深夜さんのコメントを読み返す。こっからでしょ。シューケースのこと。しゅうちゃん。タクシー。しゅうちゃんの名前。わかるか。わかんないよ。しゅうちゃんがシューケース。しゅうちゃんがシューケース。しゅうちゃんの名前。シューケースっていうフルネームなのね。そういうことか。なるほど。シューケースっていう人なのね。でもタクシーの運転手やってるってことはローカルと結婚してるってことでしょ。じゃないと
グリーンカードかアメリカに帰化してないとダメだから。帰化してるの？いやいやいや、CW からは帰化できないよな。グリーンカードになってからじゃないとできないから、もうどちらにしてもバングラディッシュの人でしょ、しゅうちゃんっていうのが。こんがらがってきちゃったうねさんうねさん、ちょっとなんか概要をまとめてくださいしゅうちゃん、奥さん日本人で、次の奥さんも日本人。ちょっと待って、しゅうちゃん、じゃあしゅうちゃんなんでタクシーの運転手できてんの？日本人？なおかつ2人目の日本人の奥さん。すごいな。しゅうちゃんモテモテだったんだね。じゃあ日本語がすごい喋れるっていうのは聞いたことがあるんだよね。しんやさん、毎月いくらか払ってたバングラディッシュ。多かったよね。うちにもね、当時27歳でグリーンカードを持ってて働きに来た人がいて、奥さんが70何歳だった。ローカルの人だったんだけど、どういうことと思ったもんね。でもね、年の差じゃないからって言えばいいのかな72歳とかっていう奥さんだったよ。すごいなと思ったけど。このうちに働きに来た人は27歳だったけどね。その時は申し訳ないけどお断りしたんだけどね。ちょっと何もまだ知らない感じの人だったんでうちの店では無理かなっていう。うちに許容範囲がなかったね、まだね。72歳ギリでいけます。いけるいけるお姉さんいけますか？ギリでいける。いいですね。でも芸能界で言ったらすごい綺麗な人ばっかり多いからねそうですね。またやられたお姉さんまたやられた。エイプリルフールまたやられました。私もそれ使いたいな、どっかで。それ使いたいな、エイプリルフールですからねって。結局頭弱いからそうコロコロ回んないんだよねそう、私もみんなにやりたいの、そのエイプリルフールですからねってやりたいけど、ちょっとね弱いもんでなかなかそういうところに回りません72歳、デヴィ夫人ぐらい。デヴィ夫人ぐらいかな多分。いやー、そんでもうすごいいっぱいいろんな人の名前が出てきたけど、今日は出てきてるね。でで何の話してたっけ？どんどんコメントくださいね。でグアムは
ところでダイビングショップの方なんですか？私は違います。ダイビングショップじゃないです。ダイビングもやってないし、ただの YouTuber です。ただの YouTuber ですね。ダイビングショップもやってないし、何もしてない状態です。YouTuber でなんとか生計を立てたいと夢に思っております。今リハビリ中で、とにかくなんとか喋ることを頑張ろうと思ってやってますね。うなさん了解。なるほどです。ダイビングはね、昔その昔やったりはしてましたけど、ヤモリみたいなダイバーで、そこか地面か壁がないとめちゃくちゃ嫌なダイバーでしたね。ディンプルとかバンと潜っていくとこ大嫌い。一番何も壁がないところ、ディンプルみたいにボーンって入っていかなきゃいけないところ、いやダメって感じ。もう沈船とかはまだ浅いからなんとかなるけど、とにかくお魚とかなんかいないと真っ青な海に入っていく。だからロタホールとかグアムホールっていうんだっけ、ハートのなんとかああいうのもう本当に苦手。月光ダイバーです。そうです、その通り。月光ダイバー本当にそれです。もう無理。壁がないところとか、もうフレミングとかバーンって真ん中から降りられると、もう壁にどうしてもつきたくなる。グロットもだから、まだそこボートダイビングで行った日なんかグロットは最悪怖い。もう壁探すのに大変。壁と床探すのに大変だからね。グロットは階段から行ってゆっくりこう潜っていって、床があるとこ、ずっと床と壁があるとこ行くのが好き。で真ん中の穴から出て、真ん中のだからグロットはずっと壁があるからまだいいかな。右はやだ。だから右の穴から出ていくと結構青いとこを三角の根まで進まなきゃならないでしょ。あれが嫌。ああいうの嫌。もうどっちかにこう壁がずっと見えててくれないと。折れ合いのドロップが好き。ドロップはまだ壁があるからまだいいんだけどね、壁がないとこはもうね、ドキドキが止まらなくなっちゃって、バーンって潜っていくようなとこは苦手ですね。ボートダイビングで誰かがずっとそばに目の中に入っててくれないと嫌だ。どっちかっていうとお魚がいるとか、真っ青に閉所暗所恐怖症だから、真っ青になっちゃうともう壁の中にいるような状態になるから、それがめちゃくちゃ嫌なんで無理。みんなダイバーさんなのかな。ダイビングはやってるんですか？深夜さんダイバーさんだよね。あれダイバーさんでもないの？お姉さんダイバーさんですか？
なるさん、ダイバーさんですか、なるさん。ダイバーさんですか。サイパンの海はね、ダイバーにはもってこいの場所ですからね。グアムの海より潜りやすいところが全然多いと思うんですよ、サイパンの海の方が。グアムビーチダイビング少ないし、素潜り専門です。梅さん、素潜りができるんだね。すごいね。素潜りができるのはまたそれはそれですごいと思う。私は素潜りもダメかな。タンクがなきゃ。スノーケル派、スノーケル派ね。スノーケル派が一番いいかもしれないね。素潜りね、ちょこちょこ遊んで、こういう浅瀬でね。だからパウパウが好きなんだね、深夜さん。パウパウよく行ってたって言ってましたもんね。パウパウビーチずっと遠浅だからね、スノーケリングで十分だと思うんですけどね。グアムの海よりは潜りやすいと思う。グアムはどこ行くんでも意外とドン深が多いから、どこの海も結構ドン深多いですよね。フィリピンとかももうボートで行ってポチャンとなんか深いところに潜らされるっていう記憶の方が多いから。サイパンは結構地形もあるしね。うねさん、チャモロ対オレでスピア対決しました。勝った？負けた？勝ったかな？負けたかな？スピアやるんだ。スピアやるんじゃん。浅井くんって言って、この間も動画使わせてもらったんですけど、うちでこのチャンネルでリンク貼ってありますから、何日か前のところでスピアの動画やってますやってますってチャモル対負けたの？あら、負けちゃったの？なんか結構勝ちそうなんだけどな、日本の人って。浅井君っていうアクアスミスって貼ってありますから、そこがスピアガンっていうお魚ついて食べる。私が興味あるのは食べるとこだけなんだけど、もしよかったらついてこうやってる動画があるんで見てください負けちゃったんだ、チャモロ対スアフィッシュ。大体潜っていけなきゃダメでしょ、あれ。素潜りでガガガガって潜っていって打たなきゃなんないわけだから、ちょっと厳しいよね今度ね、なんだっけ、みっちゃんのところでアクアリゾートの前でサップっていうのをやってるんですよ。このサップっていうのにちょっと挑戦させてもらおうかなとは思ってるんですけど、スピアは無理だろうまずだって生身で潜っていかなきゃなんないでしょ。なんかつけて潜っていくのかな。スピアはやったことないんで。ダイビングの途中にお友達がスピアをやってたことがありましたけど、ポキとボケポキとボケどっちが正しいの？ポキとボケまたそういう、チャモロ人エラ呼吸できるんでしょうねですかねエラ呼吸できないでしょ
え、そんなにガンガン潜ってるっていうイメージがないんだけどな、チャモロの人。なんか、昔よく一緒にダイビングをしてたけど、そんな素潜りでガンガン行ってるっていうイメージはなくて、だってタンク背負いながらスピアガン持ってナフタンとかでバシッとついてたよ。ついてるからついてる魚離さないんだよね。そんでカメがじゃんじゃか来ちゃってるのにものすごい怖かった。ナフタンの岬とか行くとね、もう大喜びでスピアガンをバンってタンク背負いながらやってたけど、もう逃がしてくれって感じだよね。そのお魚がこう血をバンバン振りまいて逃げようとするもんだから、サメがね結構大きいのが来るんですよ。ナフタンの沖とかこの辺やばい。わしはマックス8秒潜れる。8秒って8秒って多い？少ない？8秒ぐらい顔つけられるよ。私だって水の中いくらなんでもそう8秒潜れるのはすごいピースとかまでうねさん来てるけど、8秒はすごいのかな、分かんないな。8秒ぐらい顔つけられるって私でもいくらなんでも、8秒ぐらい我慢できるよ。多分私のが勝てる。それなら10秒ぐらいいけると思う。あ、でも縦に潜るのは難しいか。下に潜っていかなきゃなんないんだもんね。あ、それ難しいかもしんない。もしかしたら。でもね、チャモロの人ってタンクなしで潜ってるようなイメージが全く湧かないんだよね。昔とか一緒にこう潜りに行ったりしてても、休憩の時でもあんまり深いとこ潜ってるイメージがない。素肌じゃない、なんていうんだっけ、タンクなしで、そういうイメージがないですね。ないな。そういうイメージが全くないな。だからうねさんとかは結構そういうのに星に捕まえた魚つけて、それに狙われて体当たりされて切れてたパラオ人いた。もうそんなんいる。星につけててね。そう昔はダイビングって今1日4本とか3本とか結構潜るじゃないですか、昼間のうちに。なんだけど昔は朝から行ってゆっくりお昼食べて船の上で午後からもう一本潜って夕方帰ってくるみたいなのが多かったんだけど、その間にこうダイビングしてる間にスピアで打って腰にそうつけてダイビングのタンク背負いながらねつけて、それ捨てればいいのに捨てないでサメと戦うんだよね、ローカルの人。もうね、ローカルの人が戦って、だからそうするとこの海で休憩の間海で泳げなくなる。私は泳ぎはしなかったけど寝てる方が多かったんだけど、朝軍隊みたいに7時半とかに集合とかで行ってたから、ボートダイビングの時だから、もう昼は寝かせてくれって感じで、全然私は泳がないけど観光客の人はやっぱね、ナフタン沖とかグリーンコーラルのあたり行くと泳ぎたいじゃない。
だけどダメージパンチして買ってたありえるね、鼻のとことかなんかキックしたりね、ほんとね、魚離さないんだもん、ローカルの人。カツオより大きかったな、あの時のは。キハダマグロとかってやつかな。一回ね、キハダマグロ結構大きい、どのくらいあるのかな、1メートルぐらいあったのかな、もっと大きく見えたから多分1メートルぐらいだったと思うんだけど、それが針ついて糸ついて、キハダマグロっていうのかな、それがディンプルでこう石にその針金じゃなくてその糸が絡まっちゃってて、絡まってこう泳いで、ずーっとキハダマグロがそこにずーっと泳いでたのことがあって、そのキハダマグロをそのローカルの人は、一緒に潜ってたローカルの人は捕まえに行ってましたね素手で。危ないのに、釣り糸素手は危ないよね。危ないのに、そのキハダマグロを結局捕まえて帰ってきたんだけど、そういうことがありましたね。ディンプルのこのサンゴにこう根がかりみたいにしてずっとキハダマグロが泳いでる、取れなくて、そんなことありましたね。みんなダイビングしないのに。ああ、そっか、お姉さんはそのスピアガンをやるからか。イエローフィンのポキ美味しかった。ポキあれだよね、辛くしたやつだよね、ポキだよね。いや、お刺身は美味しいよね。イエローフィン、キハダマグロイエローフィンっていうんだそうだ。黄色いライン入ってるよね。なんかそうだよね、イエローフィンっていうんだ。尻尾のとこが黄色いやつだ。美味しかったね。美味しいよね。最近食べてないけど全然。お刺身がね、どこで買っていいか分かんなくて、ひまわり行けばマグロが売ってるのは分かってるんだけど、そうじゃなくてお刺身が食べたいんだけど、どこに漁師さんがいるのか分かんなくて、どこにお魚屋さんがあるのか分かんなくて、新鮮なお魚で、この間聞いたんだけど、ずいぶん遠いなと思って、全部ね、南の方に漁師さんたちって結構いるみたいで、ね、遠いのと、なんかちょっと怖さもあって行けてないんだけど、まあお魚は缶詰でいいかって言ってサバ缶買って、結構お魚は我慢してますね。なんかスーパーにお魚も売ってるんだけど、あと真空パックのサバ、このくらいしか食べてないかな。生身の魚を食べてない。なんかね、買いに行くタイミングもないし、スーパーで売ってるのがちょっとね、いつ凍らせられたのかがわからないから、ちょっとあんまり買う気がしなくて、いまいち買ってないんです。にゃーにゃー、ごめん、あっち行ってください。ごめんなさいね。にゃにゃ、ダメ。じゃない。はい。すいません。
マックの横の朝市では売ってないんですか？朝市はね、朝がまず無理だから朝は行けません。しんやさん、ケラグエンとか作ります？作りたくてもだからケラグエンの元がないから昔はねお店やってたからまだ作ったりしてたんだけど、買いに来てくれる人がいたわけだから、買いに行ってくれる人がいないと買えない。いろんなものが買えない。お魚は特に買えない、ね、普通のスーパーで出てくれるんならありがたいんだけど、で凍ってる冷凍のやつをケラグエンにするわけいかないでしょ。いつのお魚だかわからないから。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。にゃにゃくん、ちょっと待って、そんなことやだ。
あ、すいません。戻りました。お座り待ってって言ってましたね。誰がですか？深夜さん、長いですね。え、待てと言って、私のこと？あ、すいません。お待たせしました。家主どっか行った。すいません、今猫がね、ちょっと追い出してたんで、水ひっくり返してたんで、ちょっと行ってきました。すいません、お待たせいたしました。今日ね、お座り待てって言ってません？お姉さん今日ね、今日撮ったビデオをちょっと出してみようかな。あ、ちょっと待て。画面に合わせるから待て。よし。これね、ちょっとコーヒーケアの今のところですね。綺麗に変わってたんで、サイパンの黄金期を知ってるので寂しくなりますね。そうですよね。今コーヒーケアのところもどこも全部空いてる状態で、でも綺麗になってたんで、この間まで薄汚かったんだけどすごい綺麗になってたんで、ちょっと撮ってみましたね。で、今ね、この全部ビルとコーヒーケアとその隣のビルと後ろのなんだっけ、ベストコアが同じオーナーで、ベストコアは550って言ってましたね。まだ結構するんだなと思って。これ今日の夕日、やっとのね、上の方を見て、その上の方を見て、ビーフケラグ園の方が好きだった。うねさんもビーフ派なんですね。11月に食べたんですか？あれでタイパンでってこと？なるさんも牛の牛のを食べました。どこのお店かはわからないですけどわかんないんですね。もっと上は読んでるよね。上は読んでるよね。読んでます。ナウルさんもビーフケラグエン好きなんですよね。私はなんかね、知り合いのところじゃないと食べれないなって感じ。ビーフケラグエンちょっと怖いな。あんまり知らないとこでは頼まないですね、ビーフケラグエンとか。11月ココナッツ亭で、ココナッツ亭今やってんのかな。この間5時半ごろ、5時半とか6時ぐらい、ちょうどそのぐらいの時間にうろうろしたんですよ、あの辺。ココナッツ亭やってなかったんですよね、その時。だからちょうど休みの日だったのかよくわかんないんですけど、これね、この夕日15倍速で回してるんですけど、何にも景色が雲も動かないんですけど15倍速で全く変わらないっていう映像、なんか日もあんまり変わんないんで、ずっと回しっぱなしにしといて、15倍速でこれ回してる状態なんですけど、景色が全く変わんない。これ普通の速さじゃないんですよ。めちゃくちゃ速い
早く回してるんですけど、全く雲も動かないっていう感じで、こんな時あるんだって思いながら、でもメニューからなくなってなくなってました。あ、そうなんだ。じゃあ特別で頼んで出してもらったんだ。粉つてこの間やってなかったんですよ。ココレストランのステーキランチ美味しかったな。あれココレストランこの間行ったって言ってた人が誰かいたな。でココレストランの前も通ったんですけど、ちっちゃい明かりがついてるだけだったんで、ちょっと向こう側に入っていくのがちょっと怖かったから、もう暗くなってきちゃってたから、もう本当にビビりなんで、本当に怖がりなんで、そういう横道とか入るのも嫌で、もうかなりのビビりなんで、ココレストランもね、多分やってはいるんだろうな。粉つても閉店わかんないな。ちょっとココナッツってこの間はだから6時頃なんですけど、やってなかったんですよ。あれは本当にやってなかったのか、その日が定休日だったのか、またね、そのうち夜か昼行かないとわかんないでしょ、ココナッツ亭あたりはきっと。ちょっと行ってみますね、その辺も。さすさすさすったしさすったし周りから撮影さすたし家からですね、これね。家の窓から。ちゅうちゃんに LINE して聞いてみる。ああ、お姉さん、そういうつながりを持ってるんですね。すごいですね。聞いてみてください。ぜひぜひ。スタシってなんだこれ。サスタシ。スタシがどこだかわかんないですね。うちの窓から撮影してますね。バレちゃうじゃんね、家が。知らない人いないと思うけどね、多分ね、サイパンで普通に知ってる人たちは。ずっと回してて、20倍速にしてるんですよ今。だけど全然雲動かないでしょ、深夜さんこれ。地域名サスタシーっていうとこがあるんだ。サスタサス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 タシーか。難しいな、そのカタカナ。タッシー、サイパンのね地名結構難しいとこ多いですよね。何言っちゃってんだみたいな地名が多いから。夕焼けになんなかったですね、全然夕焼けになんないで今日は終わっちゃって、雲も動かない。レクサスの近くですね。レクサス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 、トヨタ、あの先ですね。あ、レクサスの近くがサスタシなんだ。サスタシ、あ、そういうことか。よく知ってるな、お姉さんも深夜さんも。本当に知ってる。すごいよ。なんだ、全く分かんないもんね、土地の名前。ガラパンとか、もう有名どころしか知らない。ススペとか有名どころしかほんと知らない。
とはまあ言われればわかるみたいな感じかな。あとはほぼほぼゴミの山、ゴミの山今綺麗な公園、この間このえどっちがローカルですよね。いや多分うねさんと深夜さんの方がローカルっぽいゴミの山この間登ったところをビデオ動画にしてるんですけどね、途中で諦めました。なんか罰ゲーム受けてるような状態で足の裏がめちゃくちゃ痛くて、尖った石がいっぱい置いてあるんですよ、その上りのところに。うまくゴミを隠したの。そううまくゴミ隠しましたよね。公園になって山になってよく燃えてたからね、危なかったですからね。よくもう勝手に燃えてたから、勝手にもくもくしてたから、もうああやって山にしたからもう燃えないと思うんだけど、バッテリーでも何でも一緒くたに捨ててあったから、やっぱりあれはよくない感じだったんでね。でもマッピーの方で今はゴミ置き場があるんでしょ、確か。どうなってるんだかわからないんだけど、今度見に行ってみようかな。どこにあるのかもわかんないんだけど、何がどこにあるのかね全く分かってない人だから。大阪万博も危ない。大阪万博ね、あれねガラガラじゃない？いろんな建物が、いろんな国が棄権したりね、やっぱりやめたって言ってあちこち開いちゃったまんまなんじゃないかなと思うんだけど、なんでこれ光ってんのこんなに。私の OBS だけかな。画面がなんかすごい光ってる。ね、大阪万博はもうそろそろ始まるんでしょ。なんかあんまり期待してる人の声を聞いたことがないんだけど、サイパンもストリートマーケットがあっちの港で始まるらしいですね。港？この間動画撮ったとこですね。名前忘れちゃった。教会の前、ジョリビーの前、元ジョリビーの前でマックの先で、あそこの辺りで5月1日からストリートマーケットが再開するって書いてありましたね。あっちの桟橋そう、あっちのなんだっけ名前、ガラパンの教会の前の深夜さんヘルプミー、誰だっけ、どこだっけ、あそこなんていうとこだっけ、なんだっけ、堀口ビルディングの前。ねえねえ、ダメ、ここはジャンプダメ、ジャンプ禁止です。なんだっけあそこ、テイストオブマリアナのとこです。そうです、それです。
こです、うねさん。ここです。そこで5月1日から毎週木曜日、一応5月1日はやるみたいですね。だからその後は、まあわかんないですけど、5月1日に一応再開でいろんな人を集めてて、出店する人で1ブース45ドルとか書いてあったかな。そうです、あっちの話です。はい、皆さん理解してくれてありがとうございます。みんななるさんとかわかんないよね。あっちなんですよ。で過去の動画に載ってるからここで調べてみてください。今そのうち思い出すと思うんで、止まっちゃうんだよね、こういう忘れちゃうとね。そこで、木曜日やるらしいです。でもね、こんな時期に45ドル取って出演するっていう人がいるのかなっていう。それです。深夜さん、その通り、フィッシングベースです。それです。そこでやるって書いてありました。もうこんな時期に政府も店出してほしいんだから、ただでやれよだよね。ただでやるとか。だって大体がマリファナを合法化したのだってアメリカの中で住民投票なしに合法化したのサイパンだけなんですよ。初ですよ、初で。マリファナを合法化したのをなぜかって言ったら、そっからマリファナ税 15%、普通アメリカはだいたい 15% なんですけど、それを国の税金と国の利益として取るからって言って強引に進めたんですよ、住民投票なしに。それなのに結局、その時はもうこれで潤うからマリファナを OK にしろって言ってやったんですけど、マリファナ屋さんは結構仕事中とかにはやらないとか、いろんな規則があるんだよっていうのを言ってましたけど、結構その規則が守られてないのが意外とサイパンであったり、もう税収をだから取れないっていうか違法なところの方がどっちかっていうと多いから、税収にもならないで勝手にぐちゃぐちゃで合法化になっちゃった感じ。法律では合法化にして税収を取ってサイパンは潤いますよって言ってたのに全くだよね。ちゃんとやってるああいうこの間撮った動画のお店もあるんだけど、結局違法でやっちゃってるとこの方が多いみたいだから、税収にもままならないっていうことが多いらしくて、これは困ったもんだよね。合法にしたんだから、そこから税収をもらってほしいよね。でもうフィッシングベースほんとクリアになって気持ちよかった。今超気持ちよかった。もうずっと頭の中で渦巻いちゃった。周りの建物は出てくるのに、もうそこだけ出てこない。お店を出してもらいたいと思うんだよね、政府は。やっぱりあそこまで運ぶのだってみんな大変だと思うし、あそこで調理する人をまた別に時間を使うのも大変だと思うし、お店側からしたらね。で本当に観光客が戻ってくるのかっていうところももちろんあるし、5月1日に5月1日って1ヶ月後よ。何も変わってないんじゃないかと思うし、
今回マリオットがフランチャイズを契約したのも国防長官が来て、やっぱ何らかのサインをしたからでしょ。結局サインっていうかサインを出したからでしょ。タイパンは軍事化するとか軍事化していきますよって決めたから、マリオット側だってじゃあシェラトンっていうサインだと思われるんだよね。これは勘でしかないからあれだけど、投資する方だってフランチャイズを結ぶ方だって1年2年で終わられちゃったんじゃ困っちゃうし、観光でそんなね、いつどういうふうにつながるかっていうのはよくわからないわけだから、軍事化っていうのだったらもう目に見えて人が来てどんどん来て止まるねっていうのはもう目に見えることだから、ちょうどタイミングが国防長官が来てその後のマリオットのサインっていうことになったからゴールデンウィーク臨時便出んのかな、調べときます。出るかな。出ても高いだろうね。ゴールデンウィークね、出るのかな、調べてみますね。そっか、ゴールデンウィークか。ゴールデンウィークっていうものがあるんだね。ドルはガンガン今上がっていきそうな雰囲気じゃないの。下がったけどガンガンまた上げちゃうよっていうような雰囲気なんじゃない。あ、ちょっとごめん、ダメそっちはダメ。ここ降りてごめんね。グーって泣かないで降りて、ごめんね。にゃ降りて、はい、ごめんなさいごめんなさい。河野さんこんばんは。未来ひかりさんはたまには日本に帰国するのですか。もうね、どんくらい帰ってないのかな。7、8年帰ってないです。もっとかな、8年ぐらい。コロナ前に1回具合悪くて帰ったんですよ。その時以来帰れてないです。もちろん金欠だしパスポートもないし帰れないんです。したいですけどね、もう動くに動けない状態っていう感じかな大変です。もう明日の電気代って考えてる状態なんで、日本に帰国なんて考えられない。亀の甲羅が大きすぎて動くに動けない状態なんです。本野さんがごめんなさい、私本野さんとうねさんが違ってたかな。本野さんが沖縄だ。うねさんはどこだか聞いてなかったかな。まだ本野さんが沖縄の方ですよね。そうだ未来光っていう名前もお友達が私が死んでる時にこうつけてくれたんですけど、未来光さんは本名ですか。違います。だからなんか昔はリジャンって言って、リジャンって店の名前っていうか洞窟っていう意味だったのね。洞窟でブログにリジャンって書いても洞窟っていう意味で書いてたんだけど、みんなリジャンって呼ぶようになっちゃったから、まあいいかリジャンでとか思ってたのね。でこの未来光っていうのは、うねさんさっき答えましたよ。嘘、ちょっと待って、ちょっと待って、戻ります。潜りどこよ。
どこよ、どこ。メッセージが撤回されました。これか。わしの釣り場です。わしの釣り場以外、うねさん、このメッセージが撤回されました。撤回されました。タクシーのいっぱいメッセージ撤回されちゃってるけど、どうしてうねさんいっぱいいっぱいいっぱい撤回されちゃってるけど、どうした大丈夫どうしたなんでうねさんどこもう一回だけ答えてお願い。ちょっと声が枯れた。水飲みます。神奈川県。神奈川なんだ。また撤回しないでね。ダメだ、喉になんかコーヒーを飲めばいいんだな、こういう時は。喉がなんか枯れちゃって香港でした。すいませんお名前を書きすぎたので、お名前を書きすぎたからね。なるほどなるほどなるほど、そういうだってこれ音声残っちゃいますよっていいのかな。そんなわかんないよね。この YouTube そんな人がそんなローカルの人が見ないと思うから見ないと思うから大丈夫。うねさん、深夜さんのやりとり面白い面白いですね。面白いね。なるさん、ついてこれてます？大丈夫ですか？なんかね、みんなほらタイパーのことめちゃくちゃ詳しいから私よりどっちかっていうと詳しいし本当にローカルなのってさっきも言われちゃったけど、ローカルっていうかね、いるだけ、タイパーにいるっていうだけでほぼほぼ何の活躍もしてないし、ちょっとニャニャがもうなんかニャニャが、うちの猫がなんか怪獣に見えてきた。なんかゴジラのような音楽が鳴ってくるように、近寄ってくるようになってきて怖い。さっきもパソコンにバンってジャンプされて一回閉じちゃったんですよ。これ切れるかと思った。もうね、相手にしないと、なんか猫ってそういうとこあるんですよね。相手にしないとパソコンの上にこう寝っ転がりだしたり、マウスを手でマウスをねポンって投げちゃうんですよ。猫飼ったの初めてなんでびっくりすることだらけなんですけど、うねさんもよかったら、うねさんじゃない、なるさんもよかったらね、ここに混じってきてくださいね。いろんな分かんないこととかだらけでしょうけど、聞いたりしてくださいね。分かんないことあったら。ボンさん、構ってほしいの。ボンさん、構ってほしいですよ。いや、詳しくないです。ムーミン村と朝日マッサージ、もうそれ知ってるの十分でしょう。ムーミン村のとこは
この間の動画に撮ってあったけど、チョンギワかな、チョンギワじゃなかったかな、チョンギワだと思うんだけどっていうレストランになってたし、朝日マッサージはもうないないビデオに撮ってあるよね。深夜さん、パファー大師とビーチプレス全部撮っとけばよかったな。プレミアになるかもしれないね。もう昔のものね。私もこの間サイパンの海の40年ぐらい前のグロット、そんくらい前のグロットなんかそれのビデオがあったはずなんだけど、探してたんだけど見つからない。撮っとけば昔の母代とかね、面白かったかもしれない。うねさん、母大師に何回か乗りました？モデルさんなの？モデルさんじゃなくても乗るけど、そうなの？なんでだろう。うねさんもサイパンに住んでた母？もしかして。今は神奈川だけど、じゃあもう何回か乗ったんで、もうこういう今の状態のサイパンを見ると懐かしくてしょうがないでしょ。懐かしいし変わりすぎちゃってるし。でも来られてるのもね、11月に来てるんだもんね。見てるか。そうでもない。こんなに懐かしいとは思わないね。そっかこれはだから、夕焼け出るかなと思ったんだけど全然出なくて。でマニャガハで数回撮られました。そうなんだ。マニャガハ島でそれはすごいかもしれない。数回撮られるなんて。私ね、マニャガハ島も上陸したのは多分5回ぐらいしか行ったことないかな。上陸は近くまでは何回も行ってるけど、近くまでで上陸しないで、この辺で船の上でビール飲んでたりっていうことはしてたけど、上陸はね多分5回ぐらいしかしたことないんですよね。マニャガハと5回行ってるかな。3回ぐらいは覚えてるんだけど、多分5回ぐらいしか行ったことないですね。マニャガハ島も今木がもさもさ見えてるのは、そう、チャーリードッグと真正面がマニャガハ島で、その手前にあるのが光ケーブルの船で、大きいお船が止まってるとこがチャーリードッグですね。チャーリードッグ深夜さんに教えてもらったから思い出しただけのことなんだけど、もう全然忘れてたね。なんて名前だっけなって。そう一応ね、サイパンで貨物がつくとこですよね。ここだけは何があっても電気が切れないっていう港ですよね。
停電しない港でね、インターネットも5月の15日まで、インターネットを作る光ケーブルとかを設置する会社を政府が求めてるんですよ今。でだから例えばの話、うねさんが日本で光ケーブルとかを設置する会社をやってますっていう人とタッグを組んでサイパンでこの光ケーブルを作る人たちをいきなり募集し始めたんですよ。45日間のうちに45日間って45って言ったかな、30日って言ったかな。アスカが来た時は缶の大きさだったでしょ。アスカもね、止まってもこんなもんですよそんなにね大きいなって、近くに行かないから遠いところからだからこんな大きいなんて感じないかな。まあ大きいのは大きいけど、なんかね、そういう光ケーブルのいきなりですよ。だから国防長官がグアムに来てからそういうインフラのことの会社も募り始めたんです。募って援助金助成金そういうお金を出しますからやってくださいみたいなことをいきなり言い始めて、今から45日間って言ったかな、5月15日までって書いてあったかな、どっちだったっけななんか15っていうの、なんか15か45っていうのだけは覚えてるんだけど、なんかその間に、応募してくださいみたいなことも言い始めてるんで、だから国防長官が来てからいきなりそういうマリオットが契約になったり、そういうインフラのことがいきなり進み始めたりしてるんで、多分サイパンは観光よりも軍事化がメインになっていくんじゃないかなと思うんですよ。だから観光は二の次、観光にも力入れるとは知事は言ってますけど、結局は母体が軍事化があっての、軍事化があってのマリオットっていうんだと思うんですよね。じゃなきゃね、こんな来るか来ないかみたいな状況でマリオットが契約するとは思えない。これはね、ただそう思っただけなんで、どうなるかは全く分かんないですけど、でもタイミングが全部がこう良すぎるから何かしらのサインがあったんじゃないかなとは思うんですよね。でもサイパンが軍事化になってもグアムはなんだっけ、イスラエルにもあった弾道ミサイルとかをこうカットするような、なんていうんだっけ、機械なんだっけな、弾道ミサイル、アイアンドーム、イスラエルが結構攻撃から逃れたアイアンドームとかよりいいものがグアムにはついてるんだけど、サイパンに何もないんだよね。これからつけていくのかなとは思うけど、どうなのかな。グアムをとにかく守るっていうことをアメリカ側では発表してたから、サイパンのマリアナバラエティではグアムと CNMI を守る重要なポイントだからって書いてあったけどアメリカ側の発表っていうか発言にはサイパンのこと一つも触れてないからちょっと心配
で、あと台湾有事のこともなんか言ってたから、どうなっていくんだろうなって。サイパンで2代目砂糖王になって、何それ、シュガーキング、何誰、シュガーキング砂糖王になって、シュガーキング何、なんだっけあれ、噛むと甘いやつ、なんだっけ、サトウキビでも作れっていうのサトウキビ作る場所もないし、でもサトウキビとかもね、キャピタルヒルの山の中とかいっぱい空いてるとこあるから、あの辺にちょっと埋めとけばわーっとできそうだけどね。でも今中国の野菜屋さんがすごい結構意外とちゃんとした野菜を作るようになってて、まあ、でかいんだよね、サイズが。だからね、重さとかでお金になるから大きく育てて売るっていう感覚なんだろうけど、でかさやめてほしいよね。きゅうりとかももっとちゃんと日本みたいにシュッとしたところでね、こう取ってくれれば美味しくいただけるのに、ちょっとねシュッとしたところじゃないところまで大きくするから、野菜とかもテニャンでだって野菜作って輸出してるっていう話もあるから、上天モーターがやってんだっけな、上天の人がやってんだっけなちょっと確かじゃないけど誰かがやってる。ああいうのもね、シュガーキング王はちょっと誰かのローカルの人になってもらってね、昔あった記者とかあったらね、観光の一つになるのに。サイパンのきゅうりはスカスカそうスカスカだよねあんな大きくしすぎるからなっちゃうだけであって、もっとちっちゃくでも取るのは結局安くなっちゃうから嫌なんでしょとね。あんなでっかくしてもほんと大きいだけで美味しくもないし、なんか潤いがないなおかつ高いんだよ最近。きゅうりとかね、2本で3ドルぐらい。ナスはね結構安く出てる。3、4本で2ドルぐらいとか2ドル50とか。キャベツは高い。キャベツとか5ドルとか5ドル以上かな。レタスも高いし、えのきが最近入ってきてないからちょっと悲しい。サイパンね、決まったお野菜しかないから、自分でお買い物に行くようになって本当思ったけど、ね、金八さんとか海坊主とか和食どうやって和食屋さんって難しいなって本当思った。パパイヤの漬物美味しい。パパイヤ美味しいよね。パパイヤそろそろなる時期だよね。パパイヤの漬物美味しいよね、皆さんね。
パイヤの漬物、あれお酢と砂糖となんだろう、辛いのが入ってんだよね。テニアンペッパーかなあれ。にゃにゃ、うん、あれ砂糖とお酢と、ダメダメ、降りて、すいません、にゃにゃが怪獣が暴れまくってます今。パパイヤの漬物、あれどうやって作るのかな。お酢と砂糖とペニャンペッパーと冷蔵庫充満して臭くなる。そうなんだ、あの臭さになっちゃうんだ。でも美味しいよねあれね、パパイヤのね。作りたいんだけど、いつもね、なんだろうなって思いながらいつも作らないで終わっちゃうんだけど、そういつもきゅうりの新子とか浅漬けとか、そっちできゅうりやナスの浅漬けで終わっちゃうから。パパイヤもスーパーとかにちょこってレジの隣に売ってたりするじゃない。で買おうかなと思うんだけど、いまいち手が出なくて勇気がなくて、作りたいんだけどね。君たちってキウイ、パパイヤ、マンゴーいつの時代の歌を持ってきた。懐かしすぎるよね。パパイヤね。あれ青パパイヤで作るんでしょ。青パパイヤなんかそろそろできるんじゃないかな。なんかうちのパパイヤね、元気なくなっちゃったみたいで、背だけガーンって伸びて、なんか大きいのができなくなっちゃった。うちのパパイヤ結構ね、両手ぐらいの大きさだったんだけど、パパイヤその辺にたくさんあるでしょ。あると思う。うちにもあるんだけど、うちのはね、ほんと背が高くなりすぎちゃってもちょっとダメなので、一回切ってみようかな。もう取るに取れないし、レモンもYouTube とかの動画でフィリピンとか南国のアジア系の人が流してるようなやつで、パパイヤの木をパンと切って、一番上の部分と下の部分と根っこの部分とピョンってくっつけると、パパイヤが20個ぐらいそこにでっかいのがなったりしてるの。レモンとかもそういう風に。あれ合成なのかな、今思った。それがなんのかなと思って、レモンの木を植えてみたんだけど、ちっちゃい鉢に全く育たない。商売しましょう、漬物光商店。でその名前をなんか未来光とか綺麗すぎる名前でちょっとしっくりこなくて、私のお友達がそうやってつけてくれたんですよ。YouTube のアカウントを作るのに作り方が分かんなくて作ってくれて、初めパパイヤといえばヤシダイブ、なんかあったな、ヤシダイブ。なんだっけヤシダイブって。
ん安ダイブってダイビングショップあったよね。あれ誰がやってたんだっけ。よく知ってるなぁ。深夜さん、安ダイブ誰がやってたんだっけ。古いよね。古いけど、誰がやってたの。全然記憶から飛んでるな。そう、名前をね、なんかなんかね、普通のなんかいつもこう呼ばれやすい名前にしたいなとかをいろいろ考えてて、だから初めに YouTube 始める時に「こんばんは」って言った後に自分で「未来ひかりです」っていうのがまずこっぱずかしい。だから言わないでいるんだよね。今まで一回も言ったことないんだよね。いやいや、ダメだって、ダメダメ。お願いだからそっちにいて。あいてて。ああ、ダメダメダメ。ダメ。ねえねえ、ダメ。こっち行って、こっち。はい。ね。まだ一回もね、自己紹介っていうかそういうのをしたことがなくて、ちょっとね、なんかよかったらなんか考えてください。リジャンって呼ばれるのも慣れてたんだけど、でも洞窟って意味なんですよ、あれって。洞窟って言われてるのもなんだかなって思うし、ちょっとね、なんかないかなって。本名は嫌だし、あと呼ばれてたのあだ名ってほぼほぼなくて、あとお友達が呼んでくれてるのは姫ちゃんとか呼んでくれたりしたんですけど、あとほぼほぼないから、なんかね、未来光ですってちょっとね、未来光りたいんだけどね、もちろんね。未来光でいいのかな。未来光るの方がいい。光る、まあなんでもいいか。ね。で、なんだっけな、私何喋ってたっけさっき。ああ、そう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 。でね、中国はグアムに向けてグアムキラーっていうミサイルを置いてるんだって。もう的にしてるんだって。もう完璧に届くやつ、標的としてね、もうめちゃくちゃアメリカだからっていうんで4000キロあるらしいんだよね、中国から。それでももう完璧に置いてあるっていうんで、グアムはそういうイスラエルみたいなシステムを作ったんだ、もう取り入れてあるんだらしいんだけど、でもサイパンのが近いじゃん、日本からも中国からも。なのにサイパンがいまいちね。何洞窟は3000くらい家賃。洞窟前んとこ洞窟と隣も借りてたんで、まあ、もうちょいちょいでしたね。友達価格で安くしてもらってましたけど、電信柱が立派になりましたね。
ここはねまだ木なんですよ。これ見えてんのは木の電信柱なんですよ。ガラパンの方とかはミドルロードのあとなんだっけアクアリゾートに行く方向の電信柱は立派になってるね。コンクリートのみんなね電信柱だもんね。あれはすごいなって感じ。まだねところどころやっぱ木がいっぱいあるから木の電信柱。もうサイパンとかこそ地中に埋めてケーブルとかを地中に埋めた方が本当はいいんですけどね。沈まぬ太陽ですね。ほんとそう。これで20倍速にしてあるんですよ。ほんと景色が変わんない。こんなに雲が動かない時ってあんまりないのになと思って、結構雲がバーって流れてる時の方が多いと思うんですよ、サイパンって。本当に雲が動かない。風もないからかもしれないけど、風もあんまりなかったから今の時間の方が風が強くなってきてるかな。あとねノーチラス号がサイパンに来るんですよ。来るんですって。であれは私も楽しみなんですけど、海底のマリアナ海溝の今はすごいのね。ヘラクレスとノーチュラスがセットになって、ヘラクレスっていうのは深海に潜るやつね。で24時間今は YouTube じゃないな、公式ウェブサイトかなで生放送するんですって、この深海を。ちょっとこれ楽しみなんだけど、5月のいつだったかな、世界中で見れるからちょっと楽しみなんですよ。深海が見れる。すごくないですか。皆さんグリーンフラッシュ期待グリーンフラッシュね、グリーンフラッシュどころかちょっとまあこれ20倍速で今日の夕日を流してるんで見てみてくださいね。ちょっとノーチラス号のあれどんなあれなのかすごいね期待してるんですけどね。今はカラー映像でしっかり深海も映せて、ズームももちろんあるし、母体はね60ノーチラス号は60メートルぐらいのお船で来る。5月7日から29日サイパンの西側で海底火山だって。で6月2日から28日までサイパンの東側で火山を調査するんだって。でその映像をヘラクレスが世界に発信するのね。ちょっと楽しみなんですけど、どうですかね。みんな見れるんで、ノーチラス号で検索してくれるとサイパンの深海が見れるかな。これノーチラスって結構ねいろんなとこで活躍してるんですよ。ハワイの海底火山とか
ハワイでね沈船を見つけたり、前にね、なんだっけな、19世紀だかなんだかの沈船も見つけてるんですよね。捕鯨船。1800年ぐらいに沈没した船だったんですけどね。なんかね、よくは覚えてないけど、その辺の時代に沈没した船を見つけたり、海底火山のね調査をしてるんですよ。サイパンも2枚のねプレートで、サイパンの周りに2枚のプレートがあるから地震が起きなくはない場所ではあるのかな。めったに起きないですけどね、地震は。震度1とかでビビりますけどね、私はいつもビビっちゃってるんですけど、これね、興味のある人ね、ノーチラス号検索して24時間ライブ配信するみたいなんで、子供とかはね楽しめると思うよね。質問もリアルタイムでね質問もできるらしいんですよ。これねちょっといいと思う。前に昔こう見たことがあるんだよね。すごい興味津々だったんだけど、深海のお魚とか見れるから。みんな興味ない？あんまり？ノーシラス？ノーシラスって何？ノーシラスって何？ノーチラスノーチラス。滑舌が悪いからノーチラス調べてみてね。あんまり興味ないかな、みんな。深海とかワクワクしない？自分で行きたくはないけど、画像を見てなんか大きなサメとか、昔メグっていう本だったかな、あれな本だったかな、メグって本、大きなサメがいるっていう。カチュジェ中すいません、滑舌が悪いんです。もうね10年ぐらい喋ってなかったからね、口が回んないの。言葉も単語も忘れちゃってて申し訳ない。滑舌がね戻らないですね。もともといい方ではなかったんだけど、ちょっとねまだ全然言葉が出てこなかったり、いろんなことを忘れちゃってることの方が多いんで、元に戻るとかいう問題じゃないのかもしれないけど、元も悪かったかもしれないんだけど、とりあえず普通に喋れるようには戻りたいなと思ってるんだけど、今ね結構口を頑張って動かして喋ってる感じかな。言葉を忘れちゃうのよ。言葉の単語を忘れてしまう。英語も日本語もね、全てにおいて喋れなくなっちゃって、でああいう期間って面白いことにすごい怒ったりする時ってやっぱあるじゃないですか。喋れなくても怒ったりするような時、相手がなんかもうこっちが一生懸命って伝えようとしているのに言葉が出てこないから、声が出てこないから、炙りかぶるびを早くして3回言ってください。やだよそんなの無理
そのうち言うね。なんか早口言葉だね、それね。そのうち言うわ。そういう時に、怒った時だけこう言葉がバンバンってちょっとだけ出てきてたのね。でもそれって精神的にまた良くなくて、桃井かおりの声に似てる。似てないだろう。桃井かおりさんは昔ね、お会いしたこと3回ぐらいあるんだけど、東京でね。似てないすごい綺麗な声してるよ、あの人。まあありがたいことですけど、ありがたいこと、それは喜んでいいこと、それはどう喜んでいいのかな。まあ喜んでいいんだろうな。本当にもうちょっとね、なんと滑舌がまあ良くなって喋れるようにはなりたいよね。口と周りのね、筋肉が多分なくなっちゃったんだろうね。口の周りの筋肉をどうにかこう動かすように、よくテレビでパピプペポとかこうやってる人いるじゃない。顔の筋肉を元に戻すみたいなやつでテレビに出てるような人、あれをやんなきゃ、毎日四六時中あれをやってないと元に戻んないね。あとは手っ取り早くこれさっきから手っ取り早くこう釣るとかね、メンテナンスしに行くとか、お金が儲かったらね、メンテナンスも考えられるけどね。YouTube で頑張るぞって感じ。5月1日からストリートマーケット、あれ夜なんだよね。また6時過ぎの明るいうちに行けるかな。明るいうちにやってるかな。夕方6時ぐらいからだと思うんだよな、あれな。明るいうちにもし5時6時で5時暗くなる前にやっていれば取りに行けるけどな。暗くなったらもう外出たくないから、ね、取れないかもしれないけど、誰かに取ってもらえばいいの。どのぐらい人が来て、どのぐらいの屋台が出るっていうのを見るには7時8時ぐらいに行かないとなんないのかな、ね、そのぐらいに行かないと分かんないよね。12時半、日本は11時半ですかね。そろそろほんと喋り慣れてないから喉がガラガラになっちゃうんですよね。それと鼻が治んないんですよ。鼻が治んないと。シェーブオブユー、何それ。シェーブオブユーって何ですか。知らない。その歌が知らない。シェーブオブユーっていう歌が分かんないですよ、深夜さん。誰の歌？シェーブオブユーが分かんないですね。
明日も昨日もね配信やろうと思ってたんですけど、昨日ねまたパソコンがちょっとおかしくてできなかったんですよ。いろんなことを試してたんですよ。 OBS でCM とかを入れないように、こうなんか配信者の人が CM を途中でポチッとなとかって言って入れるんですよ。で入れない時は入れないみたいにしてできるようにできるやり方があるっていうからやってたら、なんか動かなくなっちゃってまたリセットしたんですよもうねこんなことやってると思うんで、もう配信できなくなっちゃうと思って、もうリセットして、もうそこからまたいじらない状態に入ったんで、もう CM とか私も動画を見てたりして、なんか CM がいきなりダーンとかって来るとうざいから、なんかそれをちょっと止めたくて、なんかおかしくなっちゃいましたね。エド・シーランっていう人が歌ってるの？それ外国人が歌ってるってこと？無理知らない。そんな歌知らないし、多分聞いたこともないと思う。シェーブ・オブ・ユー探してみます。でも歌わないけどねあれ、今日長かったね。こんなに長くお付き合いいただいて皆さんすいません。ちょっと長かったね今日はね。喉もガラガラになるはずだわ。これ5時間も6時間もよくやってる人すごいと思うわ。本当にすごいと思うな。結構長くやってるね今日は。本当長い間お付き合いいただいてありがとうございます。明日も多分ちゃんと配信ができるようになんか撮ってきますんで、撮ってきたのがあるんだけど編集が間に合ってないんで、今日もこっちになっちゃったんですけど、3セットもいいかなと思って。ということで、今日はこの辺で終わらせていただこうかなと思います。よろしいでしょうか。また明日よろしくお願いします。本当にありがとうございました。深夜さん、なるさん、深夜さん、うねさん、あれほぬさん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。もしなんだっけ、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではまた失礼いたします。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。外国に住んでますよね。住んでます。外国に住んでます。一応外国サイパンだから外国になるよね多分ね。日本のおっぽんみたいなところだけど外国に住んでます。でもシェーブオブユー知らないな。エド・シーラン知らないな聞けばっていう歌なのかな。聞いてみます。検索してみます。それではおやすみなさい。ありがとうございました。失礼します。終了。